どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、最近寒いですよね。長かった夏もようやく終わりを迎えたようで、一気に寒さが押し寄せてきています。自分は暑いのは苦手なので、さっさと夏が終わってほしいと常々願っており、ようやく来たかと遅すぎる秋の到来に心底をうんざりしていたわけですが、アクアリストにとってはいろいろ悩ましい時期に到来していることも事実です。正直今の九州のように20度前後の気温が続けばそうでもないんですが、これから気温が1桁台になるとその問題が顕著に現れてきます。その問題は何なのかというと、電気代です。冬は夏よりも電気代が高くなりがちで、アクアリウムをやっていると余計に出費がかさみます。ただでさえ電気代が高騰している昨今、こういった毎月出ていく経費は家計に大ダメージを与えます。特に冬に電気代が高騰するアクアリウム用品は、ヒーターなどの加温機器が主になってきます。夏場も水温を26度前後に保つには、クーラーで水を冷やさないといけないんですが、外気温の違いで夏と冬では大幅に必要な電力が変わってくるんです。通常夏の場合は暑くても外気温38度くらいなので、水温との差は12度くらいなんですが、冬の場合は平気で2、3度になるため、差が24度になるんですよね。外気温と室温は違いますが、そこを考えない場合は2倍もの開きがあることになります。結果的にヒーターの稼働時間が増え、電気代高騰につながるわけです。ちなみに自分は24時間エアコンで室内温度管理をしているため、冬の影響をもろに受けます。なので、去年のピーク時は1ヶ月の電気代が4万円近くになってました。これでも水槽の本数を考えるなら安い方だと思います。まあ、水槽部屋だけではなく、リビングも結構エアコンつけてたので、純粋なアクアリウムをするためだけの電気代というわけではありませんけど、今年の夏は言っても1万円強くらいだったので、やはりそう考えると電気代も2倍になってますね。雪丸をお迎えしたので、リビング側も暖房をつけることを考慮すると、今回は大台の5万円いきそうです。そんな感じで、アクアリウムをやる上で電気代の話は切っても切り離せないわけですが、今回はそんなアクアリウムの電気代に関する記事でとんでもないものを見つけてしまったので、そちらをお話していきます。正直怒ってます。なんでこんな記事出したんだレベルでひどい、意味のわからない内容に驚愕することを間違いなしです。というわけで、今回取り上げる記事は Yahoo ニュースに掲載されている、ママ友のうちに遊びに行ったら熱帯魚がいるアクアリウムが私も欲しいって子供に言われたのですが、電気代はどれくらいかかるのですか、という記事です。天下の Yahoo ニュースに掲載されているということで、アクアリウムをやっていない方にもリーチされていると思われるこの記事、あまりにも内容がデタラメすぎて笑っちゃう出来となっています。ざっくり内容をお話しすると、60センチ水槽1つに対する冬の電気代を算出し、アクアリウムってこんなに電気代がかかるからどうにかこうにかして電気代を抑えていこうねという感じの記事です。以下記事引用です。熱帯魚の飼育には水槽本体だけではなく様々な装置が必要です。また、どの装置も一定の電気代がかかるため、飼育を始める前にシミュレーションをしておきましょう。熱帯魚の飼育で必要な装置は以下の通りです。ヒーター、ろ過装置、エアレーション。それぞれの役割とおおよその電気代を解説します。と書いてあります。ここですでにお気づきの方もいらっしゃるかとは思いますが、肝心なものが入ってませんよね。そう、ライトです。アクアリウムというのは熱帯魚や水草を鑑賞する趣味であり、見えないと意味がありません。お勤めの方は基本的に日中は仕事に出ているため、アクアリウムで癒される時間帯は夜間が多いと思います。そんな暗い時間帯にライトがなければ、暗がりで泳いでいるかもわからない熱帯魚を鑑賞する羽目になります。生き物を飼育するという観点では必ずしも必要ではないわけですが、アクアリウムという趣味を理解して記事を書くなら、当然ライトは電気代の費用で取り上げられるはずです。
ここら辺からもアクアリウムエアプ感が漂っており、記事内の情報の信憑性に欠けることが伺えます。そんな感じでライトがないという結構大きなおかしなところを指摘したんですが、そこにとどまらずさらに意味不明な内容が続きます。以下記事引用です。ヒーターには自動調整機能付きの商品があり、28度や32度など一定に水温を保つタイプがほとんどです。水槽の大きさにもよりますが、一般家庭でよく見られる水槽の平均的な消費電力と1ヶ月の電気代は以下の通りです。45センチ水槽の場合、120W、2678円。60センチ水槽の場合、160W、3571円。90センチ水槽の場合、300W、6696円。と書いてあります。まず突っ込みたいのは、28度から32度など、一定に水温を保つタイプがほとんどですというところ。現在主流になっているオートヒーターは23から26度程度であり、28から32度でキープするヒーターは多くないです。そもそも28から32度は大型魚飼育での温度であり、気軽に楽しむ60センチ水槽ではほぼ使えません。使ったとしてもディスカス飼育くらいでしょうか。この記事は見出しからしてアクアリウムをやっていない人向けに書かれていると思うので、そんな方たちがいきなり60センチ水槽でディスカスを、ましてや大型魚を飼いたいとはなかなか思わないと思うんですよね。そこまで明確に飼育したい生態が決まっているのであれば、そもそもこんな記事当てにしませんし。そしてさらに気になるのがヒーターの電気代算出方法。60センチ水槽で3571円というとんでもない金額になっていますが、実はこれヒーターが24時間稼働していることを前提に書いているんです。だからヒーターのワット数に合わせて金額が跳ね上がってるわけですね。しかしアクアリウム用のヒーターはこの記事でも書かれている通り、水温を一定に保つことが目的です。料理のように常に稼働して温度をガンガン上昇させるものではありません。そんなことしたら魚は死にます。自分は100時間以上に及ぶヒーターの稼働時間検証を行ったことがあるんですが、その結果から言うと、水量に対する適正ワット数以上であれば基本的に電気代は変わりません。簡単な話、60センチ水槽に 150W のヒーターを使おうが 300W のヒーターを使おうが電気代は同じということです。相関性があるのはヒーターのワット数ではなく外気温と水量だけです。ちなみにその100時間以上のデータ取りと分析というとんでもなく労力を費やしたのにもかかわらず、投稿当初ほとんど再生されなかった悲しき検証動画のリンクは概要欄に貼っておりますので、ぜひ見てやってください。自分では珍しく今見返してみても結構役に立つと思う内容なので、本格的に寒くなる前に参考にしていただければ幸いです。要は水量が多くなれば多くなるほど電気代は高くなるけど、ヒーターのワット数が高くなっても電気代には直接関与しないわけです。ただ水量に適さない出力の低いヒーターを使用していると、水温低下のスピードに加温が追いつけず24時間稼働する可能性はあります。その場合はそもそもヒーターの意味をなしていないので論ずるに値しませんが。というわけで最後に、この記事で個人的に一番おかしいだろうと思ったところをお話していきます。以下記事引用です。ろ過装置（フィルター）は本数や種類によって電気代が異なります。100W のろ過装置の場合、1ヶ月の電気代は以下の通りです。100W÷1000×24 時間×31円×30日イコール2232円と書いてあります。この場合、確かにフィルターはヒーターと違い24時間稼働しているので、計算式自体は合っているんですが、問題なのはそもそも 100W なんていう超同級出力で稼働するフィルターなんてないことです。そもそもこの記事は60センチ水槽を基準に書かれているんで、この出力は絶対にありえません。他に付随する機能があるフィルターなら別ですけど。
90から150センチ水槽に使用する AHEIM2217 ですら 20W です。逆に 100W も出力あったらフィルターがヒーター代わりになるのではないでしょうか。少なくとも 100W のフィルターがモーターを回すためだけに出力されているのであれば、水槽内は洗濯機どころかハリケーンが巻き起こっているレベルで荒れまくります。水槽内で激流が流れた結果、飼育水が飛び散りまくって終わる未来しか見えません。何をもってしてこの執筆者が 100W を基準に考えたのかは皆目見当もつきませんが、あまりにも適当すぎて笑ってしまいます。正直この記事ってワット数あたりの電気代算出方法しか元にしてないからおかしいんですよ。出典が公益社団法人全国家庭電気製品公正取引協議会のよくある質問しかないことからお察しです。それはワット数さえ分かれば小学生だって電気代算出くらいできますよ。ただそこにアクアリウム用品の特性という情報が加わることで専門性が生じるわけで、こんなこたつ記事どころかネットで調べようともしてない姿勢の記事が Yahoo ニュースに載っていることが問題だと思います。確かにアクアリウムは電気代もかかりますし、それをネガティブに記事にするのは自由だと思いますが、少なくともそこには根拠が必要ですし、最低限の下調べも必要です。飛ばし記事のように何の根拠もなく、とりあえずセンセーショナルな内容にして PV 稼ぎをしたいのであれば、芸能人のスキャンダルとかにした方がいいのではないでしょうか。わざわざアクアリウムなんていうニッチな趣味に対して全くデタラメな印象を植え付けるのはやめていただきたいですね。ちなみに60センチ水槽適正のフィルターである AHEIM2213 をこの記事の電気代計算方法に当てはめると 5W÷1000×24 時間 ×31 円 ×30 日イコール112円です。2120円も多く算出してるのってどうなんですかね。どうなんですかねって聞くこと自体野暮ではありますが、ここだけ切り取ってもこんな記事信用するに値しません。ヒーターの電気代に関しても24時間稼働前提になっているため当てにならないです。これを鵜呑みにしてしまうと45センチ水槽の場合、1台あたり1ヶ月の電気代が合計4910円になっちゃいますからね。ライトも合わせると5000円超えます。いつからアクアリウムってそんな富豪の趣味になったのでしょうか。45センチ水槽の場合は自分の検証結果からヒーターとフィルター合わせてだいたい2000円程度で収まります。それでも小さい額ではありませんが、少なくともこの記事の半分以下の金額です。というわけで今回は超デタラメな内容の記事についていろいろ言わせてもらいました。自分の動画はアクアリウムをやっていない人も結構見てくれているので、こういった間違った情報でアクアリウムに対してネガティブなイメージを持ってほしくないんですよね。嬉しいことに自分の動画をきっかけにアクアリウムを始めてくれる方も何人かいらっしゃっているので、できるだけそういった人を増やせる方向にしていきたいと思っています。こういう意味不明でアクアリウムをかじってすらいないような内容の記事を書く人にはアクアリウムについて一切触れてほしくないものですね。媒体は違えど同じ情報を発信する立場として憤りを感じざるを得ません。正直今回取り上げた記事は文章の構成からしてチャット GPT で出力したものを手直ししている疑いがあります。証拠がないので断定はしませんが、なんか匂うんですよね。もしかしたら世の中にはこういうもっともらしい文章で根拠もないデタラメなことが書いてあるニュースが溢れているのかもしれません。AI が発達する昨今、自分で調べるという行為がどんどん重要になってきていることを痛感します。皆さんはこういった記事には騙されず、しっかりと自分で調べて物事を判断していただければと思います。自分も他人事ではないので日々気をつけていきます。というわけで今回はここまで Twitter やっていただいて、それではじゃあました。